連休住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。今回もまた、小焼さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小焼です。お願いします。今回も怖い話を。怖い話って、本当に自分が苦手なんで、めっちゃだから聞いた時の印象残るんですよね。ああ、確かに。そう、だから自分も怖い体験もしたこともありますけども、人から聞いた話、特に近い人から聞いた話って、もう一生忘れないんですよ。記憶取ってほしいんですけどね。それぐらい怖い話が苦手で。確かに。で、そんな僕がですね、人から聞いた、体験した話がこちらなんですね。まず、この話をする前に、都市ボーイズの早瀬さんの話したいんですよ。昨日、会いました？一緒で、実はこのコラボもさせていただきました。そうなんですね。楽しみです。そうですか。もうミキさんのチャンネルと都市ボーイズさんのチャンネルをもうほぼ高頻度に見てるヘビーリスナーなんで。本当ですか？ありがとうございます。いやもう好きなんですよ、なんか二組が。ありがとうございます。で、特に早瀬さんのその体験談とか取材の力みたいなの、めちゃくちゃリアリティがあると思ってて。で、その早瀬さんがそもそも、北海道の北コアのイベントでミキさんと多分ご一緒した時に、言ってた話なんですけど、呪いのテープということで、なんか高齢術だったかな。だからそういう高齢をしているところのやりとりをテープに録音したカセットテープがあるっていうことをお話聞いたことあります？多分聞いたことないです。それ多分北海道の北コアに出た時に、その参加されてる方からの差し入れみたいな形でもらったってそのテープを。北海道の地まで行って差し入れもらったって。人気者になったみたいなこと言ってたんですけど、それが高齢術が収録されたテープだったということなんですね。で、そのテープをですね、聞くと、体調崩されたりとか、あんま良くないことがあるみたいなこと言ってて、その寄贈していただいた方の、ご両親からの父かなんかの形見みたいなものだったらしいんですけど、で、それを僕のイベントで流したんですよ、テープの中身を。で、その時に、人がですね、結構バタバタこう、ちょっと体調悪いかなと思う人はもう自分で気づいてこうロビーとかに行って聞かないようにしてたんですけど、一応林さんもそのテープを流す前に体調悪くなったりしますよってことは言った上であれだったんですけど、でも結構途中まで我慢してた人もバタバタってこう倒れちゃって、なんかこのルフィが覇王色でバンってやった時にこう倒れて、あんな感じで会場、あの時ゼップだったから、1400人ぐらいがこうバタバタ。もうびっくりしちゃって僕も。で、その時に、林さんは一応エンタメとして取り扱って、でもその時安くもいたんですよね。特盛ザウルスも。やっぱ感じる方じゃないですか。だからもう霊来ちゃってますみたいな。で、スミさんもその時にもう寒い。で、僕も司会なんで回さなきゃいけないって思うんですけど、イヤモニがですね、ノイズが走りまくっても聞こえなくなって。ただあまりにもその異質なんですよ。なんか倒れていったり、人がなんかもうロビーにバーッと走っていったりとかって。大丈夫かなと思いながらこのテープを聞いてて、イヤモニのかすかに聞こえる声が、もうやめてください。やめさせてください。ってスタッフからのがすごくて、で、たまたま、大事には至らなかったというか、その来られてたお客さんたちの中に、霊媒師の方とかも何人かいたそうで、そういう方たちがロビーでこうなんかお祓いしてくれたりとかやってくれて、なんか元気になってまた戻ってくるみたいなが実際あったんですよ。だから高齢術って本当にあるんだなと。でその時聞いてすげえなと思ったのが、ゆっくりなんかお経みたいなものを読むんですけども、すっごいゆっくりな、って言うんですけど、ゆっくり読むことって意味があるんですってね。例えば、遠くの人を呼ぶときって、おーいって、なるほど。近くにいる人だったら、おい。近い人ほど短く。なるほど。そう、だから、長ければ長いほど、ゆっくり喋るほど、あの世に向かって喋ってる。高齢術の基本。なるほど。長く唱えると、その時降りてきやすいみたいな。で、そのテープは確かに長かったんですよね。で、そういうことがあるから、高齢術ってほんまにあるんやって、もう目の前で僕は見ちゃったんで、なるほどなと。だから、入りやすい、感じやすい人からこうやってなっていって、そう、気分がなってしまったんでしょう。でですね、僕もイベントやってますし、オカルトのイベントって、いつからあるんだとかいろんなこと調べてみたんですよ。で、その時に出てきた
実体験で聞いた話なんですけど、20年前とかのオカルトのイベント、オフ会が当時あったと。でその時って、今みたいなトークだけを聞くようなショーじゃなくて、お客さんと一緒になんかやるみたいなのも流行ってたらしいんですよ。オカルトイベント。なるほど。で、その高齢術が得意な術師さんを呼んで、で、お客さんの中から1名選んで上がってもらって、会いたい人に合わせる、個人に。っていう企画をやったそうなんですけど、で、その上がってきたお客さんが会いたい人がお母様。亡くなったお母様なんです。じゃあ、降霊します。うまくいかなかったんですよ、それ。うまくいかなかったんですけど、代わりにあなたを霊が見えやすい体質にこの1週間か2週間になりますと。そういう器にするんで、多分会えると思いますって言われたんですって。で、その方も帰ってから半信半疑だったんですけど、本当にお母さんのことが好きだったから会いたいな、どんな形でも会いたいと。で、形見をもらってたらしいんですけど、形見をなくしちゃったらしくて、せめて形見が見つかったらいいなとか、そういう気持ちで1、2週間過ごすんですけど、ただそこで一個だけ言われたことがあって、あなたは霊を受け入れられやすい体質になったので、夜中の2時から3時までは、絶対に誰が訪ねてきても扉を開けてはいけませんって言われて。できれば1時から4時ぐらいの間はもう誰にも会わない方がいいと。2時から3時、2時から3時分かった。どうせ寝てるだろうから、大丈夫だと思うけどと。で、気にすればするほど人間って怖くなるじゃないですか。で、やっぱ0時が近づく、1時が近づく、2時が近づくにつれて、その人もめちゃくちゃ怖くなってきて、毎日が。寝れない、どうしようって。もうちょっと、なんかご飯でも食べて気を紛らわそうと思ってピザを頼んだんです。でピザ頼んで、30分ぐらい巻いたら1時半ぐらいですかね。ピンポーンってなって。20年ぐらい前ですから、今みたいにこのビデオ通話ができるインターホンじゃなくて、こう覗くタイプしかない。マンションだったらもう家の前までこう来ちゃうタイプで、こう開けようとした瞬間に、この窓を覗こうとした瞬間に、いや待って今何時だった ?2 時、これ開けていいんだったっけ、って思ったんですね。ただ、向こうから聞こえてきた声が、お母さんにそっくりな声で、まるまるちゃん、お母さんよっていう声がする。お母さんが帰ってきたんだ。会えるんだ。会えるって言ってたし、わーいって開けようとした瞬間に、2時って誰が来ても開けちゃいけないって聞いてた。危ない。お母さんじゃないでしょ。返す。そしたら、気づいてたかって言って帰ってく足音だけがする。めちゃくちゃ怖いんですよ。で、うわ、怖い、どうしよう、でもよかった、開けなくて、と思って、うわ、もう安心した、お腹も空いてきた。その時、ピンポーンって、やっとピザ来たわ、と。もうピザでも食べて、もう早くもう寝ようと。はーいって開けたら、開けましたね。ピザ屋さんに、その霊が乗り移って、迎えに来た。だから開けちゃったことをすぐにね、友達にだけ、開けちゃったんだけど大丈夫かな、電話したんですって。大丈夫だよって。また明日も遊ぼうよって。オカルトが大好きな子だったらしいんで、それをイベントにたくさん来てたと。ただその子、そっからイベントで来たこと一回もなかったらしいんですよ。その子は今何をしてるか全く分からない連絡が取れない状態になってしまったというお話です。すごい話ですね。これ、めちゃくちゃ怖くて僕聞いたときに。確かに。だから今も、これね、信じられない話で一回喋ったことがあるんですよ。だから僕が信じられない話で喋った唯一の怪談かもしれないんですけど。なるほど。僕からしてなんか実体験というか聞いた話なんで、怪談でもないかもしれないんですけど、なんか、その話を信じられない話した後に、DM 来たんですよ。で、その DM を送ってきてくれた人がめちゃくちゃオカルトのイベント好きな大学の先生だったんですよ。で、その先生は人間の行動学や心理学を勉強っていうか教えてはる方で、人が怪談を好きな理由みたいなのがそこに書いてあって、普通って、例えばジェットコースターもそうですけど、怖いってまず思うじゃないですか。怖いのに乗っちゃうんですよ。怪談も怖いのに聞いちゃうじゃないですか。で、これなんでかっていうと、人間って、この現代になって、怖いものが減ってるんですよね。確かに。はい。例えば、肉食の動物に襲われるかもとか、ものすごい嵐に見舞われて家がなくなるかも、あんまり今ないじゃないですか。もちろん災害は怖いんですよ。怖いんですけど、昔に比べたら、
怖さって減ってるから、そういう怖さに関する、その自分の防衛本能みたいな感覚が弱まってるんですって。なので、定期的に怪談を聞いてゾクッとしたり、異世界の話を聞くことで、その動物的にその大事な感覚みたいなのを取り戻すために、怪談を聞くん。はあ、なるほど。っていうのを言ってましたね。じゃあ、見ていただく方がいいですね。そうなんですね。そう、だからオカルトのイベントって、だからちょっとね、サブカル的な、あるかもしれませんけど、それを定期的に摂取することで、なるほど。なんか感受性が豊かになったりする。なるほど。はい。ただ一個だけ注意点があるってことで、人間関係が悪化してしまう可能性がある。らしいんですよ。どういうことかというと、その感覚が研ぎ澄まされるようになってくると、人の些細なこととか、嘘とかごまかしとか、気づきやすくなるんですって。そう。なので、なるほど。カップルとか夫婦とか家族とか、上司部下の関係とか、ちょっと亀裂があるかもがあるらしいよ。なるほど。という怪談話でした。一人で見ていただく方がいいかもしれない。そうですね。そういうことがあるみたいですよ。なるほど。はい。どうでしたか？いや、面白い。いや、ちょっとそのお話で思い出したこともいくつかあって、そのうちの一つが、ちょっとこう、少年院に入ったりしてる悪い人がいたんですよ。私、ちょっといくつか上の先輩なんですけど、でも、道であっても怖くて、機嫌がいいと、なんか、ミキみたいな感じなんですけど、機嫌が悪いと、もう、即襲いかかってきますよ。怖すぎるでしょ。もう本当に、なんかちょっとね、そういうのが趣味というか、もう自分が嫌なことがあったらと、で、その方がね、バイクでこけて、意識不明になれたんですよ。で、意識不明になって、その間、他の人格が入ってたんですって。で、これをちょっと周りの人から聞いたんですけど、その人、普段そんなもう、うわーって反抗的な人なのに、目覚めたらすっごいいい人なんですって。もう人が変わった。もう、ありがとうございます。はい、すいません、みたいな。全然違う。めちゃくちゃ親切で、しかももう、人が物を落としたら、落としましたよとか、もうゴミが落ってたら拾うぐらいの期間が、7日間、1週間ぐらい続いて、で、それからしばらくしたら、また急に意識がなくなって、で、数時間意識がない中、また元に戻って、そしたら、その元の人格が出てきて、で、また悪い人になったのかなと思いきや、もう生涯俺は悪いことせえへんって言い出すんですって。で、なんでかっていうと、意識がなかった1週間、その人、夢の中で何度もバイクでこけるんですって。で、うわ、怖い、死ぬって思ってバーンとこけた。ああ、よかった、助かったと思ったら次またバイク乗ってるんですって。無限に続く。無限に。地獄みたいな。地獄で。でも絶対悪いことしないっていうことがあって、で、おられない間、他の人が入ってましたよって言って、病院の人が言うと、多分その人、事故で何度も嫌な思いした人が、この世にちょっと人の体借りて出て、ひたすら謝ってはったんじゃないかっていうのがあるんで。だからやっぱり悪いことするとそうなるんだなとかね。いやー、深い話ですね。僕、この前ですよ。いいですか？もうちょっと喋っても。いや、多分ぜひぜひ。はい。こういう時で喋らないんで、この霊的なことを僕。嬉しい。はい。本当首とか肩とか凝りやすくて溜まりやすいんですけど、整体何個も行っても、その時よくなんですけど、もうすぐ行かないとまた溜まっちゃうんですよ。で、なんでだろうなと思って、とあるバーで、なんか飲んでた時にたまたまですよ。たまたま、これ以上 P 入れてほしいんですけど、さんがいらっしゃって、除霊整体いいよっていうのがアドバイスを。なんすかそれと。だから整体も上手にやってくれるんですけど、プラス除霊もしてくれる。すごいなんかリンスインシャンプーみたいな。確かに。すごい便利じゃんと思って。すごいですね。それも芸能人の方がすごい来てて、芸能人がペットを連れても来たりするんですって。それぐらいなんか知る人ぞ知るらしくて、その方から聞いた面白い話があって、これ Vlog でもちょっと多分喋ったんですけど、パワースポットってあるじゃないですか。パワースポットって、気をつけていかないと逆効果。パワースポットってみんながお願いをしに行く場所だから、言ったらマイナスの気もやっぱ周りに溜まりやすいと。で、そういう取り付くような霊っていうのは、マイナスな人のところの方が入りやすいから餌にしちゃってるから、パワースポットの周りにみんな待機してるんですって。
取り付きたい霊が。あそこ行ったらめちゃくちゃ来るやんみたいな。新宿のタクシー乗り場みたいな。なるほど。めちゃくちゃおるんですって、そこに。なので、ちゃんとした、まあ、作法じゃんけど、その、思いでいかないと、逆に取り憑かれちゃうから、気をつけてくださいねと。で、もし、合う合わないがあるじゃないですか。やっぱりパワースポットでも。合わないっていうのはそういうことらしいんですけど、もし合わなかったなと思ったら大丈夫です。月報するだけでも違うんですって。が吐き出させてくれると。で、あとは、日本酒、まあ、コップ一杯でいいんで、それをお風呂の中に入れるだけでも全然いいし、まあまあ、ご先祖様に手を合わせて感謝すれば大体のことは守ってくれるからっていうことを言ってくれる、除霊整体師さんにあったっていうお話でした。なるほど。すごい面白かったです、もう。いやー、なんか私も始めようかな。いや、行列できますよ、始めたら。でも、基本的に、恐れって言いますよね。恐怖。恐れって実は2つの意味があるんですよ。怖いっていうのもあるんですけど、仏教的には実は怒りの意味があって。怒りなんだ。なんかね、恐れってどんどん腹が立ってくるっていう。怒りと、もう一つが、敬意を表すっていうのも恐れっていう。だから、恐れ入りますとか、恐縮ですとかっていうのは、確かに。実は恐れっていうのはそういう両方の意味があって。だから神様に会うときに、恐れを持って会う方がいいらしいです。神様そうなんですね。だから恐縮して、もう私、もうごときの人間がここへ来させていただいてという、ちょっと畏怖心みたいなのを持っていくのが一番いいみたいですね。逆になんかね、堂々とっていうか、ちょっとこう、なんだろうな、精神繊維こう行くじゃないですけど、あんま恐れてたら逆に失礼感とか思っちゃいがちじゃないですか。ガチですけど。そうじゃないんですね。そうなんです。敬意を表してっていう意味で言っていただくのがいいと。いいこと聞きました。ありがとうございます。なので、連休時に来ていただく際にはまた、恐縮しながら来ていただければ。もうぜひ。多分最近も連休時に住職いないっすもんね。いないんですよ。本当にいないっすよね。もう、いない間にまたいろんなことが、こう、お寺で起こるんですけど、それも寝てるとわかるんですよ。なんかあるかなと思って、パッと防犯カメラ見ると、ちょうどお賽銭に手突っ込んでる人がこうして。いるんすか賽銭泥棒とかこの時代にも。めちゃくちゃいます。詳しくはまたどこかでお話できたらと思うんですけど、いろいろありましてね。だって、僕らのね、その小闇ナティのチャンネルにもよく出てくださるじゃないですか。で、連休時って紹介すると、行ってくれるんですよ、みんなやっぱ。来てください。行きました、みたいな。ただそれを、住職いなかった。力大雲さんいなかったやんけ、みたいな DM たくさん来るんで、俺に言うと思って。でもね、実はいるんです。実はいる。何かっていうと、さっき言いましたみたいに、お寺で何かあると、なんか、来るんですよ。もうそれこそね、そうなんです。小ヤッキーさんが、私の話してるっていう。で、これもね、ちょうど沖縄のイベント行ってたんですよ。沖縄のイベント、夜に LINE しようかなと思ったぐらい。で、それが多分、仏教コードの帯。を、学研さんがお願いしたぐらいなんですよ。だからその時に私の名前が出てたり、お寺に参拝に来られた方が、ミキさん今日留守かっていうのもなんとなくわかる。ということは、どっかで私の思いがこう連休時にずっと居続けてて。なるほど。なので、姿は見えませんけども、来たよーって念を飛ばしていただいたら、誰かが来てるっていうのがわかりますんで、念を飛ばしていただけたら。ありがたいなと思います。連休時ね、ぜひ行ってみてほしいんですよ。そこに、ご記帳できるじゃないですか。あれに、パラパラって見させてもらったら、小ヤッキースタジオ見たとか。めちゃくちゃ。それすごい嬉しかったんで、ぜひ、お名前書いてきてください。また、なんか私が偶然いる時ももちろんありますんで、そこ、なんか縁がある方はそこでお会いできるかなと思いますので、ぜひご参拝もしていただけたらと思います。ということでですね、もちろんお寺まで来ていただきたいんですけれども、私と小ヤッキーさんと、今回一緒にグアムの方にイベントで行かせていただきます。そしてそこにですね、もちろん皆さんもついてきていただければ、嬉しいなということで、小ヤッキーの都市伝説×三木太夫の末法思想 in グアムと
いうことで、人類が迎える未来とは、その答えは私たちの中にあると題して、イベントをさせていただきます。詳しくは概要欄の方に、載ってますので、ぜひふるってご参加いただけたら嬉しいなと思います。たっぷり私たちとね、交流する時間が、ありますので、その交流は、ちゃんと姿が見える形で、交流させていただこうというふうに思います。一緒に写真を撮ったりですね、いろんなことができますので、ぜひ、ぜひ、一緒に行っていただける方、今大募集中なので、よろしくお願いいたします。ということで、小焼様、なんか一言いただいていいですか？やっぱり、YouTube じゃ言えないようなね、お話とかも。確かに。普通にできるのが素敵じゃないですか。確かに。ね、たくさん仲良くなりましょう。はい。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで本日はこれで怪談説法を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。